ずんだもん。そのアメリカンドリーム。Z 世代にはもう家賃の請求書なのだわ。アメリカなら若者でも努力すれば家と明るい未来を変えるはずなのだ。その夢、更新期限が切れているわ。現実を見なさい。嘘でしょ。豪邸と高級車は成功者の定番じゃないのだ。定番なのは映像の中だけ。現実では請求書の方が先に届くのよ。成功を夢見る前に今月を無事に終える方法が検索されているわ。2026年4月、ハーバードの若者意識調査が示した数字よ。対象は18歳から29歳。45% が生活の苦しさや不安定さを答えたわ。ほとんど2人に1人が足元の暮らしに自信を持てないのだ。将来のアメリカに希望を感じる層は 26% だったの。インフレの影響を大きく受けた人は 50%、住宅では 41% よ。夢を買うどころか家賃と食費で画面が埋まってしまうのだ。これは調査対象の回答よ。若者全員の人生を決めつける数字ではないわ。豪邸も高級車も消して代わりに日本のスーパーを置いてみましょう。地味すぎるのだ。成功者の検索画面にはとても見えないのだ。静かな電車、値札のある弁当、誰も騒がない夜道。これが候補よ。彼らが逃げ込みたいのは日本人が退屈と呼ぶ一日なのかもしれないわ。成功の国で若者が成功より無事を検索している。美しいわね。でも本当にアメリカの Z 世代は日本を選び始めたのだ。その早とちりを旅行と移住の数字で切り分けてあげるわ。証拠は4段よ。米国若者の生活、訪日需要、日本の日常への関心、そして移住。全部つなげれば日本へ逃げる大行列が完成するのだ。勝手に接着しないで。別々の指標は別々に読まなければ意味がないわ。まず生活、連邦準備制度の2025年家計調査を確認しましょう。さっきの意識調査とは別の証拠を重ねるわけなのだな。そうよ。一つの調査だけで世代の全体像を作るのは雑すぎるもの。数字が似た方向を向いても原因まで同じだとは限らないのよ。もう僕の日本脱出ルートが入り口から崩れそうなのだ。30歳未満では 49% が親と同居していたと報告されているわ。ほぼ半分なのだ。独立の夢が実家の一室に戻っているのだ。18歳から29歳では 47% が家計外から支払い援助を受けたの。援助には家族などからの支えも含まれる。恥の点数ではないわ。生き延びるための支えを失敗の印みたいに扱ってはいけないのだな。働いていない30歳未満の 15% は仕事を見つけられないことも理由に挙げたわ。将来の職業を選ぶ前に働ける場所そのものを探しているのだ。ここまでで確認できるのは生活基盤への圧力、日本への移住ではないわ。次は訪日需要。2025年米国からの訪日外客数は推計330万6800人よ。前年より 21.4% 増え過去最多を記録したわ。330万人が全員日本へ移住したがっているということなのだ。旅行者の統計よ。移住希望者名簿に変換するなんてずいぶん乱暴ね。空港に着いた人数と住所を移した人数はまるで別物なのだな。国際観光振興機構は米国市場の使用層を20代から40代としているわ。そして暮らし体験や人との交流への関心が高まっていると戦略に記したの。名称を見るだけじゃなく日本の一日を試したい人がいるのだ。 Google トレンドでは米国の過去5年を同じ条件で比較する必要があるわ。日本へ移る日本で暮らす日本旅行の検索関心を分けてみるの。検索が増えたらその人数だけ移住したと数えていいのだ。ダメよ。あれはストック日ごとの相対指数で人数も移住意思も示さないわ。旅行者が増えたことは確認済み。でも移住者が増えたとはまだ言っていない。似たグラフを一本の物語にする前に意味を確認しろということなのだ。ここからは再現です。僕は複数の問題を重ねた架空の人物です。給料日まで3日、家賃、食料、保険、学生ローンを机に並べます。全部は払えません。だから止まったら困るものから順番を決めます。未来の計画じゃなく今月の支払い順を組み直しているのだ。かわいそうで数字は変わらないわ。だから構造を見なさい。家賃を先にすると食料を減らす、食料を守ると別の請求が残ります。豪邸を買う方法なんて検索しません。延滞を避ける方法を探します。アメリカンドリームの検索欄が本当に請求書で埋まったのだ。これは再現歴よ。金額も年も実在する一人の証言ではないわ。冷蔵庫を開けて残った食材を数えます。買い物は計算の続きです。値上がりは一度の事件じゃない。毎日の小さな選択を狭くします。インフレの影響を大きく受けた若者が多いという調査と感情を重ねた場面で求人に応募して返事を待ちます。届くのは短い不採用通知です。次の求人には経験者募集と書かれ、
隣には人工知能導入の記事があります。経験を積む入り口を探しているのに、入り口で経験を求められるのだ。就職市場の全体をこの再現だけで断定してはダメよ。分かっています。でも通知を受け取る夜は自分だけが遅れた気がします。5年後の肩書きより来月の勤務時間が何時間あるかを確認します。夢の予定表じゃなく、勤務表の空欄を怖がっているのだ。働いていない若者の一部が仕事を見つけられないと答えた事実はあるわ。ただし全てを人工知能のせいにする資料は今回の根拠にはないの。だから原因は決めません。ただ次の応募先を探してまた送ります。断定しなくても先が見えない疲れは伝わってくるのだ。同情で空白を埋めず確認できた数字と創作した場面を分けるのよ。再現の僕に名前があるのは統計の向こうにも生活があると示すためです。仕事を終えると帰り道を選び直します。配車か歩くか遠回りか。配車は安心に見える。でも料金を見ると今週の食費が頭に浮かびます。安全への不安とお金の不安が同じばかりに乗ってしまうのだ。ここでも注意よ。アメリカ全体で犯罪が増えているとは描かないわ。2024年の警察把握の暴力犯罪率は 393.9 件から 370.8 件へ低下したの。全国の数字だけを見るとむしろ下がっているのだな。一方18歳から24歳は暴力被害率が低下しなかった唯一の年齢層だったわ。統計が下がっても今夜の道をどう感じるかは個人ごとに違います。その通り、全国傾向と若年層の警戒感を同じものにしてはいけない。怖さを大げさにあふらず、怖いと感じる生活は消さないのだ。僕は道を変えます。これは事件ではなく再現された日常の判断です。休憩中に日本の動画を見ます。寺でも城でもなく普通の駅です。電車が時刻通りに来て人が列を作り静かに車内へ入ります。観光名所じゃないのにそこを何度も見ているのだ。次はスーパーです。弁当が並び値札を見てその金額で買います。値札通りの会計に感動するなんて日本人には刺激が足りないわね。夜の住宅街では大きな事件は起きません。人が家へ帰るだけです。何も起きない動画が疲れた頭には休憩所になるのだ。豪邸入りません。明日の予定を明日のまま迎えたいです。その言葉も創作よ。実在する若者の引用ではないと覚えておきなさい。はい、僕は一人の証言ではなく複数の圧力を見せる再現です。それでも夢より無事を欲しがる気持ちは胸に残るのだ。一方日本では誰かが列に並び電車を待っていたわ。警告音は請求の通知は大声で争う人はどこなのだ。今ここに映っているのはある日時ある駅の一場面だけよ。日本全国が毎晩こうだと一本の映像から一般化してはいけないわ。それにしてもみんな黙って同じ方向を見ているのだ。電車がついて人が乗り扉が閉まる。ただそれだけね。事件は怒号はこれでは番組の取れ高が足りないのだ。何も起きない。それがあちら側から見たこの国の異常事態よ。僕の画面では退屈です。でもその退屈から目を離せません。刺激の欠如が安心に変わる瞬間、それが今回の転換点だわ。コンビニでも客が商品を買って静かに帰っていくだけなのだ。店員も客も互いの人生へ踏み込まず必要な会話だけで終わるわ。誰かと親しくならなくても買い物が完了する。それが落ち着きます。交流しないことまでサービスとして成立しているのだ。無関心と節度は似ているわ。場所や状況で意味も変わるけれどね。完璧だとは思いません。ただ警戒を少し下ろせる場面に見えます。さあ退屈という名の高級品を順番に見ていきましょう。朝の電車は見知らぬ人の沈黙をまとめて運ぶ装置なのだわ。毎日乗っていると混んでいて辛い乗り物にしか見えないのだ。当然よ。利用者の負担を海外からの憧れで消してはいけないわ。それでも同じ時刻に同じ場所へ行けることが僕には大きく見えます。予測できることは派手ではないけれど予定を守る土台になるの。遅れるかもしれない不安を時刻表が少し引き受けているのだ。正常すぎて異常。日本人が価値を見落としやすい種類の設備ね。誰とも話さなくていい。でも同じ仕組みを一緒に使っています。孤独なのに完全に一人で移動しているわけでもないのだ。死に逃げないで。混雑も遅延もある。具体的な交通機関よ。はい、天国ではなく予測できる時間が少し多い場所に見えます。スーパーでは商品が棚にあり値札がつき客が順番にレジへ進むわ。当たり前すぎてどこを褒めればいいのかわからないのだ。棚に商品があり値札と請求額が一致。刺激が足りないわね。その刺激のなさが好きです。買う前に支払う金額を考えられます。予定外の驚きが少ないだけで買い物の疲れも変わるのだな。ただし日本にも値上げはあるし家計の苦しさも存在するわ。分かっています。安い国だからではなく手順が読める場面を見ています。そこは重要ね。旅行者の為替上の感覚と
住民の賃金生活は別物よ。日本で稼ぐ人と海外のお金を持ってくる人では見え方が違うのだ。便利さを褒めるなら、誰の収入から見た便利さかも考えなさい。それでも普通の買い物を普通に終えられる場面に目が止まります。カフェの一人席では知らない客との交流を強制されないわ。誰とも話さず座れる場所なんてただの普通の席なのだ。その普通を孤独までサービス化された聖域と呼んでみましょう。一人でいることを失敗みたいに説明しなくていいのが楽です。もちろん孤立を望む人ばかりではない、交流を求める旅行者もいるわ。暮らし体験と交流への関心が高いという話とも両立するのだな。話したい時に話せることと黙りたい時に黙れることは別よ。選べることが大切です。常に愛想よく振る舞うのは少し疲れます。僕は家でも黙ってずんだ餅を食べる自由を守りたいのだ。あなたの食欲は自由というより依存だけれど、今は置いておくわ。観光地を回るよりこういう席で普通の午後を試してみたいです。宅配ロッカー、コンビニ、夜の住宅街、生活を支える小さな仕組みよ。観光ではなくこの中の一人になりたい。再現の僕はそう考えます。国際観光振興機構の戦略にも暮らし体験への関心上昇が記されているわ。名所を集める旅から生活を試す旅へ変わる人もいるのだ。ただし関心が高まったことと全員が同じ旅行をすることは違うわ。動画では便利な場面を選べます。現地では不便も一緒に暮らしへ入ります。2025年度の観光庁調査では困ったことがなかった人は 43.7% よ。半分近くは大きく困らなかったけれど全員ではないのだな。ゴミ箱の少なさを上げた人は 17.2% だったわ。スタッフとの意思疎通は 15.4%、混雑は 12.9% よ。静かな動画の外には言葉や混雑で迷う時間もあるわけですね。決済や案内も慣れていない人には小さな壁になるのだ。快適さと不便さが同じ調査の中にある。現実とはそういうものよ。完全な天国だからではなく自分が欲しい普通が多く見えるのです。退屈という高級品にも値札と注意書きはついているということね。最後に混ぜると危険な4つの指標をもう一度並べるわ。訪日客の増加、暮らし体験への関心、移住以降実際の移住者数よ。似て見えるけれど測っている行動も気持ちも違うのだ。訪日外客数は旅行者などを含む入国統計、永住者の人数ではないわ。検索関心も相対指数、何人が移住したいかを直接数える道具ではないの。動画を見ること、旅行すること、住みたいと思うこと、住むことは別です。階段みたいに並んでいても全員が最上段まで行くわけではないのだ。アメリカの Z 世代が一斉に母国を捨てているとは言えないわ。そんな刺激的な断言は今回確認した資料からは導けないもの。ではどこまでなら現実として言えるのだ。不安を抱える若者の一部が日本の日常を逃避先として眺めている。それが資料と再現歴を分けた上でおける慎重な着地点よ。日本で暮らすなら旅行動画では映らない請求書も届くわ。便利なコンビニの隣に家賃と税金の封筒も待っているのだ。賃金、住居、在留資格、日本語、職場文化、反証カードは5枚よ。旅行中に使えるお金と日本で働いているお金は同じではありません。賃金や住宅に数字をつけるなら制作時点の公的資料を個別に確認するの。雰囲気だけで日本なら安く暮らせると決めてはいけないのだな。在留資格も憧れだけで発行される入場券ではないわ。日本語が十分でなければ契約や仕事で困る場面も増えると思います。職場の慣習や人間関係が誰にとっても静かな聖域とは限らないの。観光客として快適でも住民として快適とは限らないのだ。現実を見なさい。日本は天国ではなく避難所に見える瞬間があるだけよ。それでも予測できる一日を望む気持ちまで幻想とは呼びたくありません。幻想を切ることと望んだ価値を笑うことは別だわ。成功より無事を求める変化は負けではなく選び直しなのだ。日本人もまたこの日常を当然だと思い価値を見失うことがあるわ。それでも僕は夜にコンビニへ行ける退屈を手放せないのだ。日本のぬるま湯に耳まで沈んでいる顔をしているわね。時刻表と弁当と静かな夜道に全力で抱きつきたいのだ。依存症の自覚だけは立派ね。失ってから気づくよりはマシかしら。僕が動画の外へ行くなら良い面も悪い面も確かめたいです。それでいいの。憧れにも悲観にも同じように現実を向けなさい。アメリカを地獄、日本を天国と決めれば簡単だけど雑すぎるのだ。社会の違いを民族や個人の優劣へ結びつける必要もないわ。欲しいものが豪邸から明日を予測できることへ変わっただけかもしれません。平凡な一日は誰にでも同じ値段で配られる資源ではないのよ。当たり前を維持する仕組みにも人の仕事と負担があるのだな。だから来産だけで終わらず守るべき日常として見直すのだわ。あなたが退屈と呼んだ今日を海の向こうでは夢と呼ぶ若者がいるかもしれないわ。明日も何も起きませんように。
布団とコンビニと時刻表へ祈るのだ。次回は、日本の無人販売所は、なぜ成立してしまうのか、信頼だけなのか、監視もあるのか、次も現実を確かめるのだ。何も起きない日常の裏側を、次回も冷静に観察しましょう。日本の異常な日常をもっと見たい人は、チャンネル登録をお願いするのだ。